足の裏合わせて外に膝を開きましょう。パタパタ動かしていきましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。膝小脚の方、だいたいね、内股気味です。股関節が内にねじれてます。だからね、しっかりこの動画では外に開くっていう動きを入れていきますので、一緒にね、頑張っていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。肩もね、力抜かないようにしましょう。OK。じゃ次は右膝を立てた状態で、両手で膝をこんな感じで固定します。つま先を床から浮かして、膝固定したまま内、外に動かします。こんな感じです。見えますか？膝は動かさないようにして、つま先を浮かせて内、外に動かす。外にはね、行きやすいと思うんですけど、この内に入れるのが苦手って方結構多いと思います。ゆっくりでいいです。膝は固定して、膝下だけ動かすイメージです。きつい方はね、後ろ背もたれに寄っかかっても大丈夫です。もしくはどうしてもきつくてできないよって方は、椅子に座ってね、やっても OK です。膝だけ動かさないようにして、つま先、内、外に動かす。OK。そしたら、膝を伸ばします。で、なるべく股関節開いて、体を前に倒します。で、つま先をしっかり真上向ける、戻す。つま先しっかり真上向ける、戻す。これ繰り返していきましょう。さっきも言った通り、股関節がね、内にねじれてる方多いので、しっかり真上向ける。真上向けるってことは、股関節外にねじれるってことです。しっかり真上向ける、戻す。真上向ける、戻す。これ繰り返していきましょう。きつい。真上向ける、戻す。スピード勝負ではないですが、普段動かさない範囲までしっかり真上向ける。よし、OK。次は、右膝を立てて、こんな体勢作ります。で、右の人差し指を左斜め前30度ぐらいに倒しましょう。この状態で膝を真正面に倒します。正面から見るとこんな感じです。つま先は左斜め前30度向けた状態で膝を真正面に動かす。こんな感じです。ちょっとね、普段やらないことなので難しいと思います。動かす。しっかりつま先は左斜め前30度の状態で膝は真正面に動かす。正面から見るとこんな感じです。ちょっとね、難しい方はこの動画ね、再生速度落としてもいいです。しっかりつま先左斜め前30度向けた状態でつま先は真正面。ラストもう一回、しっかり真正面に膝を押す。OK です。そしたら次は、このあぐらみたいな状態から、右足をちょっと前に出しましょう。この状態で体真正面に倒していきます。右のお尻のストレッチです。お尻から外ももにかけて伸びる感覚ありますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。理想はおでこが床につくことですが、最低でもね、肘が床につくぐらいまでいってほしいです。いまいち伸びないよーって方は、足もうちょっと前に出したり、手前に引いたり、もっと体を前に倒したりして、いろんな角度試して、お尻外もも伸びる位置探してみましょう。OK。そしたら次は、右足を左、こっちに持ってきます。で、この足をしっかりお腹にグッとつけると、右のお尻が伸びてくると思います。なるべくピンと背筋正すと、お尻より伸びます。きつくてできないよって方は、この足が、この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。伸びてればそれで OK です。頑張れる人は足をなるべくしっかりお腹につけて、ピンと胸を張る。あんまり肩ね、力入れすぎないようにして、呼吸は止めないようにしましょう。伸びますか？もう O 脚の方とかね、だいたいお尻硬くなってるので、しっかり伸ばしましょう。OK です。そしたら次は、右足ちょっと前に出しましょう。で、この状態で右の外ももをマッサージしていきます。手のひらで、こうやってやってもいいし、もしくはね、こうやって前腕、腕を使ってやってもいいです。もしくはなんかね、道具がある方はこうサランラップとかマッサージガンとかでやってもいいと思います。痛気持ちいいぐらいで、この外もも全体マッサージしていきましょう。さすってもいいし、腕でもいいです。結構ね、特にこの付け根の方、張ってる方多いと思うので、入念にね、やっていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。強ければいいってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいでやってあげるといいと思います。よし、OK です。そしたら一度両足を伸ばしてみましょう。こうするとね、やった右足だけまっすぐになってるのがわかると思います。膝の向き、つま先の向き、どうでしょう？まっすぐになってませんか？これで左足も反対側やっていきます。そしたら次は左足をこんな感じで立てます。
で、両手で左膝しっかり固定した状態でつま先を浮かせます。この状態でつま先を内、外に動かしていきます。これね、結構難しいですよね。膝は固定して膝下だけ動かすイメージです。特に外に行くのはね、比較的簡単だと思うんですけど、この内に入れるのがね、難しいと思います。外に30度、内に10度ぐらい動けばね、十分です。ゆっくりでいいです。スピード勝負じゃないですよ。ただ、この時あんまり肩にはね、力入れすぎないようにしましょう。呼吸止めないようにしましょう。頑張って。膝は固定しておいて、つま先浮かしたまま、内、外です。スピード勝負じゃないですよ。普段使ってない筋肉を使うことが目的です。OK。そしたら次、左足伸ばします。で、股関節、なるべく開いた状態で、体を正面に倒します。で、この状態で、つま先真上向ける。戻す。つま先真上向ける。戻す。左のね、内もも伸びる感覚があるといいです。先ほどもお伝えした通り、股関節がね、内にねじれてる方多いので、しっかり外ねじり。戻す。しっかり外ねじり。戻す。呼吸止めないようにしましょう。きつい方もね、ゆっくりいいので、つま先なるべく真上向ける。戻す。つま先なるべく真上向ける。戻す。ラスト1回行きましょう。しっかりつま先真上向ける。よし、オッケー。そしたら次、ちょっとね、左足を立てましょう。こんな感じです。この体勢作りましょう。で、左のつま先を右斜め30度。こんな感じで向けます。で、膝は真正面にグッと押す。こんな感じ。横から見ると、こんな感じです。つま先は右斜め前30度向けて、膝は真正面にグッと押す。結構ね、これ難しいんですけど、やってみましょう。どうでしょう、できますか？こんな感じです。つま先は右斜め30度。きつい。普段しない動きしてるんで結構きついと思います。OK。そしたら次は、このあぐらみたいな状態で、左足前に出しましょう。この状態で体真正面に倒していきましょう。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。お尻外ももあたり伸びますか？いまいち伸びない方は、足手前に引いたり、ちょっと前に出したりして、左のお尻のね、伸びる位置探してみましょう。どうしても股関節内に入っちゃうことが多いんで、股関節外に開いた状態でね、お尻のストレッチをしてます。お尻外ももあたり伸びてれば、それで正解です。よし、OK。そしたら次は、左足を右、こっちに持っていきます。で、この状態でこの足をお腹にグッとつけます。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？もしこの体勢できない方、左足もうちょっと前、ここでもいいです。左のお尻が伸びてればそれで正解です。頑張れる方は足をなるべくしっかりお腹につけて、ピンと胸を張る。そうするとね、お尻伸びてくるんじゃないかなと思います。こんな感じでね、ちょっとずつ難しいストレッチも入れていこうと思いますので、ズボラな方もね、少しずつペースを落としたりとか、サボりながらでもいいからね、一緒に頑張りましょう。OK です。そしたら次、左足だけ前に出しましょう。外もものマッサージしていきましょう。こう手のひら使ってもいいし、腕使ってもいいし、もしくはね、サランラップとか筋膜ローラーある方はそういうのでやってもいいです。マッサージガンでもいいと思います。僕はね、こうやって腕とか手のひらでやるのがやりやすいですね。横脚、膝下脚の方はもう外ももパンパンに張ってるので、しっかりね、使いすぎた外もも、こうやって緩めてあげましょう。お風呂の中とかでもね、できるときはたくさんマッサージしてあげると良いんじゃないかなと思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら、足の裏、こんな感じで合わせます。で、体の前で、ひし形作るイメージです。ひし形作るイメージ。で、この状態で、体真正面に倒していきます。お尻、外もも、あと腰が硬い人は腰のあたりまで伸びると思います。理想はおでこが足につくことですが、最低でもね、肘が床につくぐらいまでいってほしいです。僕もちょっとこれは結構硬いです。股関節が内に入ったばっかりなので、しっかり膝を外に開いてね、股関節外に開いた状態で、お尻のストレッチをしてます。今回ちょっと難しかったですかね。一応こうペース配分とかも考えながらやったので、難しかった、簡単だった、もうちょっとこうしてほしいとかね、あれば気軽にコメント欄で教えてください。
よし、オッケー。そしたら最後、一緒に開脚しましょう。で、そんなに限界まで開かなくていいです。ある程度開いたら、その状態でつま先を内、外にねじる。内、外にねじる。繰り返していきましょう。どうしてもね、内に入りがちなんで、つま先しっかり外向ける。内入れる。しっかり外向ける。内入れる。余裕があれば、もう少し開いてもいいと思います。しっかり頑張って。でね、写真ね、毎日じゃなくてもいいです。1週間に1回でも3日に1回でもいいです。撮影してあげるとね、膝下横脚や横脚が解消していくのがわかるので、スマホでいいんでぜひ撮影してみてください。で、あとね、足痩せ早くしたいよって方、全然これじゃ物足りないよって方は、概要欄に追加の動画貼ってますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。あとはね、インスタ、ツイッターも毎日更新してますので、概要欄からご覧いただければと思います。OK です。お疲れ様でした。両手でふくらはぎ横から叩いていきましょう。こんな感じです。痛気持ちいいぐらいで叩くと良いと思います。あんまりね、強くやればいいと思うんじゃないので、痛気持ちいいぐらいで、ふくらはぎを揺らしてね、血流を良くしていきます。呼吸はね、止めないようにして、あんまり肩にギュッと力が入りすぎないように意識をしていきましょう。しっかり揺らして、OK。そしたら、手も一回床について、足全体をね、こんな感じで揺らしていきましょう。太ももふくらはぎの血流を良くする、筋肉をね、緩めるために揺らしています。呼吸は止めないようにして、肩ね、絶対力入んないようにしましょう。これね、1回でもね、本当に細くなるマッサージなんで、ぜひね、メジャー持ってる方はね、ビフォーアフターとか、もしくはね、1週間に1回とか計測してあげると、結果がね、出て分かりやすいと思います。OK。